この前の動画では、主に基本的な大微積19に出てくる特殊な漢字たちについて扱ったが、まだ紹介しきれていないもの、対数とかもあるし、そして微分積分の項目は話していなかった。微積楽しみね。今回は微分積分を中心に解説していこうと思う。よろしくお願いします。ではでは、レッツゴー。ささっと漢字解説。では解説するぜ。まずは微積に入る前に、細かなものを。犬、天地、は言う ?XY ということがわかるけど、関これは関数、の関、で、F だな。関数の F ね。F を表す漢字として土のと、があるが、この F と関数の F は区別されるな。ちなみに前に言ったように、口辺をつければ大文字の関数 F だな。またこういうのもある。見にくいので、整えて、今回は文章も混ぜてみたぜ。ちなみにこの漢字はつい、の旧字体だ。これは何なのかわかったわ。これ、対数でしょ。そう、対数だ。点イコール値ついで x イコールログ y で、項の点乗イコール値で a の x 乗イコール y だ。なので、日本語にしてみると、だいたいこんな訳になるかな。あとは、小数点もそうだな。これだ。直すとこうか？なんか点の位置がいつもと違うわね。基本的に小数点は下ではなく上につける。また、右上に1、2、3をつければ1乗、2乗、3乗で、下の異体字みたいなのをつければ、マイナス1乗、マイナス2乗だ。またこれはひらめいたわ。なんだ？これこうって A のことだけど、数字を見ればネイピア数、じゃない？ネイピア数 E は 2.71828 だし、E の事乗は 7.38905 よね。マジか。並べてみると。ほとんど一致してるわ。すごい。めちゃ驚きだな。まあ、こういうのもあるし。こんな風なものもある。見にくいので直すが。代入してるわね。これは y イコールルート 4x に x イコール1から代入してるという感じだな。面白いわねと説明したところで、微分に入ろう。待ってました。これは大微積19内の文章に沿って一部を説明するが、微分が出るまでちょっとややこしいので、聞き流しながら聞いてくれ。まずはこれがあって、この点を点と真の和に変える。するとこれが得られる。ここで犬の上にカタカナのの、みたいなのがあるが、これは犬の式と似ている別の式、ぐらいの感覚で思っててくれ。なるほど。これは点と真の和を代入して展開しているわけね。ここで元の式を引き算すると、これが得られ、そして真を割り算すると、これが得られる。もし、右辺の真を例とするならば、右辺は先頭の項だけが残り、余りの項は全てなくなって、これが得られる。なんか新しい漢字が出てきたわ。そうこれ、整理するとこうなるが、これが微分を表す D の漢字だ。微分を漢字で表記するときは両人弁を漢字の横につけるんだ。つまり、両人弁に点は dx、両人弁に犬は du を表す。そしてこの式に両人弁に点、つまり dx をかけると、これを得る。これは最初に出てきた項点の4乗の微分であり、点の4乗の微分に項をかけたものと等しい。こういうことが書かれている。がっつり数学したわね。微分の次は積分だ。今このような式がある。これの積分を求める。こうだな。新しいのが出てきた。整理するとこうだな。そうこの、のぎ。これが積分を表す。インテグラルね。そうだ。なので、これは私たちの知っている数学に直すと、こうなる。納得ね。そして、これがある。u イコール x の3乗プラス、項を平の平に口辺があるから、大文字の c、積分定数。そう。いい感じだな。じゃあ、今のは不定積分よね。定積分はどうなっているの？いい質問だ。もちろん定積分だってある。これを見てほしい。こうだな。よく見る定積分と同じように、のぎの横に落つと項があるよな。なので、これはインテグラル a から b までの nxdx を表すな。で、この後はこのように書かれていて、こうだな。そうなるわよね。何度も言うが、分数には気をつけて、今の私たちがよく見る数学に直すと、こうだな。なるほどなるほど。微分と積分はこんな感じだな。ねえ、マリサ。なんだ？数学の中でパイってあるじゃない？3.14 とかの。これは漢字になってないの？いい質問だ。もちろんなっているぜ。パイ専用の漢字があるのね。それはここを見てみよう。曲線体積の話をしている途中を例にとると、このようにある。こうだな。ここで、周がパイを表すんだ。円周率って感じね。
式に直すとこんな感じだ。また、加えて、もはや高校数学の範囲を超えるものもあって、それは霊夢に解説してもらおう。私が解説するの。はいでは、こちら。これは2回微分ね。2回微分というのは1回微分して出た同関数を、もう1回微分したもののことを言うわ。また、セカントもあるわね。セカント x というのはコサイン x 分の1を表すわ。また、コタンジェントもあるわね。コタンジェント x はタンジェント x 分の1を表すわ。ここまで来たらサイン x 分の1、つまりコセカントの存在が気になるけど、大微積19には見当たらないのよね。それに関しては、大微積19の元となった書籍。これが元となった書籍なんだが、私が見た限り、この中ではコセカントを扱ってないんだよな。だからないといえばない。これはもしもの話になるが、コセカントに対応するものがあったとしたら点余活、といったように書かれていたかもな。ということらしいわ。あとはこういうのもあるんだけど、これから、0分の1になって、無限が出たわね。なんか比例記号みたいな感じだけど、これが大微積19の無限の記号になるわ。また他にも。これは今でいうアークタンジェント t のマクローリン展開を説明しているわね。と、大微積19はレベルの高い数学を扱っているわ。というわけで、様々な式を説明し、大微積19の凄さが分かったところで、このような問題を実際に解いてみよう。視聴者のみんなもチャレンジして、答えは漢字で答えてくれ。じゃあ答えるわよ。まずこういう感じになるわよね。2分の πx の2乗は積分すると6分の πx の3乗になって、オツは6、項は4だから、こうなって、6分の π×152 を計算して、答えは3分の 76π ね。OK だ。とまあ、今回はいろんなことを説明したが、大微積19で使われている文字がどの漢字に対応するか、対応表があってだな。こういう感じだ。まあ、これを整えたものを作ったので概要欄のリンクに掲載しておこう。もし、今見てくれている君も、数学を漢字化したい、と思った時はぜひ活用してくれ。積極的に数学を漢字化していきたくなるわね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。